アンモサ製作所です。今回は、ペイント済みのエヴァンゲリオン0号機を2色のブルーでの塗り替えと、腰の可動域を広げる改造をしました。なぜ、ペイント済みから買って、もう新品が定価で買えないのでユーズド品を使いました。そう、リサイクルです。ではエヴァンゲリオン0号機の製作です。今回はネットのフリマで入手した塗装済みの機体を使用します。機体はすでに分解してこの瓶の中に入れました。塗装色で元の持ち主がわかるとあれなのでセピア色にしてます。では作りましょう。塗装剥がしにはタミヤのペイントリムーバーを使用します。ABS には使用できないので気をつけましょう。説明書にはランナーごとに使用樹脂が記載されているので確認です。PS。全部 PS との記載なので OK です。先ほどの瓶にペイントリムーバーを浸かる程度入れて、1時間ほど放置後です。ブラシで落ちてない塗装を落とします。塗装を落とせたら水で洗浄という流れです。瓶から出してはブラッシングを繰り返していたんですが、やってられない。とりあえず、瓶から全パーツを出さないと作業性が悪いです。近くに樹脂カップがあったので、キムワイプを輪ゴムで留めてザル作成。はじめから、こういうことを想定してザルとかを用意しとけばよかった。あとはひたすらブラッシング。これでブラッシングが終了して、水洗いまで完了しました。なんか点々と汚れが付着してますね。拭き取れる部分もあるけど、取れない部分が結構ある。汚れも取りたいけど濡れていると溶剤も使えないので、まずは乾燥させます。はじめは綿棒でちまちまやってたんですが、これもやってられないと、エアブラシで飛ばす作戦に変更。ひたすら無心で進めます。こういう時は好きな音楽流して、気長にやってます。一通りパーツの乾燥が終わりました。ペイントリムーバーが原因なのか、割れてるパーツがありました。後で直しておきます。この後点々と塗装戻りで汚れている部分を、シンナーで落として、仮組みをしてました。まずはフレームから組んでいたんですが、突然、胸あたりから折れてしまいました。なんでと思いペイントリムーバーの裏を改めてみると、つける時間は10分との記載が。ただ、時間もダメだったと思いますが、水洗いでちゃんとリムーバーを落とせてなかったのが主原因だと思います。ここまで色々あると都度直しているのも大変ですが、この後に致命的なものがあると、作れなくなるので仮組みを進めて確認します。なんかハマりが悪いかな。ひっくり返しただけで落ちる。ここも折れてる。この程度では、折れません。仮組み完了しました。頭のパーツ以降は破損部品はなかったです。はじめに発見した破損パーツはこの肘です。部分的に関節が緩いところもあるけどなんとかなりそうです。砕けたパーツの破片です。場所がわからないものが1個あるのが、ある意味怖い。一番重傷だった背骨上部を修理しました。このパーツは、ほぼ見えない部品なのでこの程度の修理で終わりにします。もともとは右上の動画ぐらい砕けてました。ここから表面処理です。ここからは普段の作業と変わらず、ゲート処理して表面処理をします。私は基本的にはゲート処理の時のみ鉄やすりを使用します。
よく削れるんですが、傷も多くついて後処理も増えるので最小限にしたいです。次にデザインナイフ使ってエッジ処理と引けを消していきます。サザビーを作成して思ったんですが、キャンディー塗装は塗装回数が多くと膜が厚くなり、エッジが目立たなくなる気がします。なので意識してエッジを立てる加工をしてみました。今回のエヴァ0号機での、引け処理は基本的に削って消してます。塗装で塗膜が厚くなるので、組み付け不良改善と一石二鳥にならないかと思ってます。引け処理などの表面処理後は、こんな感じです。いい結果につながればいいんですけどね。自己満足の世界です。下処理が終わったので塗装です。最初にホワイトの部分を塗装します。ホワイトは隠蔽力が弱いのでベースにシルバーを塗ります。塗ってから気づいたんですが、シルバーの下地となるブラックを塗り忘れた。シルバーも厚塗りすると、下地色は関係ないと信じで進めます。私の塗装方法ですが、塗料の希釈は1対 1.2 ぐらいです。正確に測って希釈しているわけではなく、希釈時に使用している攪拌棒から落ちる、塗料の粘度で決めてます。すぐ雫になって落ちるぐらいです。コンプレッサーの圧力は、圧力計の目測で 0.12 メガパスカルぐらいです。先ほどの塗料の粘度がここに関係しますが、この圧力でもちょうどいいくらいに吹ける感じに希釈を調整してます。これ以上高すぎると下手な私は塗面が波打ち、塗面が大変なことに。遠くから吹けばいいようにも思いますが、狙いが定まらず、塗料が余計に必要になる気がします。先にこの方法で慣れてしまったので困ることがなければ、このままの方法で塗っていくつもりです。ホワイトの塗装が終わり、その他パーツも塗っていきます。ブルー2色の薄い方はベースをシルバーにしてクリアブルーで塗ります。濃い方のブルーは、下地をブラックではなく、GX メタルブラックの上に GX メタルブルーを塗りました。下地がブラックだと暗すぎたので、このようにしてます。ロンギニスの槍は、GX メタルブラディレッドにクリアレッドです。サザビーの一番濃いレッドで使用したのと同じです。最後に顔などに使うグレーは GX メタルブラックにクリアブラックです。クリアブラックは暗くなりすぎるとイメージと違うのでクリアで薄めました。ロンギニスの槍のベースのブラックを塗装します。このロンギニスの槍はフリーの 3D データを 3D プリンタで印刷したものです。概要欄にリンク貼っておきますね。印刷は積層タイプより光造形の方が、サポートなしで作れるのでいいと思います。ここから白以外の色の塗装ですが、濃いブルーの部分だけで動画にしました。小さいパーツが多くて、あまり絵にならないと思いそうしました。これが濃いブルーで一番大きいパーツになります。やっぱりエアブラシ近すぎかな？次はフレーム塗装です。スターブライトアイアンのみで塗ってます。このサフのところが折れたところ、もう折れないでと願ってます。塗装後に完成時のポーズとか考えてたんですが、このリアルグレードのエヴァって胸は回るけど、腰回らないんですね。思い描く槍投げの姿勢ができない気がする。諦めてできるポーズを取らせようと思います。あれ？頭の中で逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだとリフレインしている。とっていうわけでうまくいくかわからないけど改造します。手持ちの材料でできることを悩むこと小1時間。改造は、腰にある前後可動の軸をボールジョイントに変更する方法にすることにしました。サイズに合うボールジョイントだと長さが足りないのでまず延長。3無のプラ棒しかないのでこれで延長します。ボールジョイント側の軸が2ミリで、
円周に 0.5 ミリの余裕しかないので慎重に穴開け。小さいドリルから徐々に大きくして、最後にデザインナイフで微調整。この穴に瞬間接着剤をつけて差し込んで延長完了。腰との距離は現物合わせなので長めにしてあります。最後は念のため、ハンマーで軽く圧入。次は、上半身側にボールジョイントのメス側を取り付け、加工しやすいように先ほど作成した軸をつけておきます。メス側の軸は切断してフレームに取り付けしやすいように加工します。フレーム側の接着するところが少し小さいのでヤスリで削って合わせます。フレーム側の接着箇所の切断。もう後戻りはできない。いくらリサイクルで安く購入したからといっても、この機体を無駄にしたくないですから。慎重に作業していきます。さっき切断した前後可動軸に、ボールジョイントを瞬間接着剤で接着します。結構、ぴったりはまってますね。左右からも瞬間接着剤を流し込み、接着を強化させます。硬化促進剤を塗って固めます。最後にボールジョイントをつけた穴に、はめていた軸を切断。これで上半身は終了。次にボールジョイントの薄側を取り付けます。3ミリのプラ棒の状態で接着しても、すぐに取れる気がするので、1ミリのプラ板2枚を重ねたものに、3ミリの穴を開けた台座を作ります。腰側の接着位置が丸いので、ちょっとヤスリで削って平面の部分を作ります。そこに瞬間接着剤で接着します。左右からも接着剤。接着剤が固まったらフレームを取り付けて、上半身と接続です。長めになっているボールジョイントの軸を、木足でちょっと長めに切断。この状態で下半身と合わせて、長さを微調整して合わせていきます。まだ、ちょっと長いので、もう少し切断して調整。これでちょうどいい感じになりました。長さ調整後、腰の回転の確認したら、干渉してあまり回らないので干渉する部分を切断。ここは見えないはず。腰側の軸がついていた部分も、ほとんど切除するといい感じになりました。最後に接着して完了です。完成。ちゃんとできるか心配な部分もありましたが、とりあえず予定していたことはできましたし、外装つけるとここまで回らないかもしれないけど、最低でも改造前と同じ姿勢はできるので、これでこの改造は終わりにします。所要時間は1時間ぐらいでしたので、お手軽ではないでしょうか。改造終了後、カラークリアを塗装しました。デカールを貼るパーツ以外はこれで塗装は終わり。0号機のデカールは使えないものも多いので、メルカリに売っていたエヴァ汎用デカールと、配給パーツのデカールを使用しました。不要な水分を綿棒で拭き取ってから、デカールソフターを塗っていきます。そしてデカールソフターが乾いたら、最後にトップコートで全ての塗装は終了。これが今回の全てのパーツです。型のパーツ以外は、デカールが小さすぎて差がわからない。最後の組み立てです。再度、フレームの破損を恐れてフレームを分解せず、胸のコアは後はめ加工して取り付けました。あとはサクサクと組み立てていきます。大幅に割愛。大きなパーツごとに組み立て完了。
では、最後の組み立てです。今回、2色のブルーをキャンディー塗装したんですが、あまり差が出なかったです。こう見てもよくわからないですよね。胴体の下から2番目を濃くしたんですけどね。足はお尻と膝を濃くしてます。エヴァは初めて組み立てましたが、足が直線と曲線が入り混じっていて、キャンディー塗装が映えますね。これで下半身の組み立ては完了。次に腕を組み立てます。この腕の塗り分けですが、テレビ版と一緒ではなく、映画版とミックスした形にしました。なんかブルーばかりだと地味な感じがしたので、この配色にしました。個人的にはいい配色になったと思ってます。あとは頭をつけたら完成です。2作目にして色々ありすぎる機体でしたが、楽しく作ることができました。できれば、新品から作成したいところでしたが、ないものはしょうがないですね。今後、リサイクルするにしても、無塗装のものまたは、墨入れまでのものを使いたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。あと、まだターンテーブルないのでまた写真でお別れです。それにしても作りたいプラモデルが全然手に入らない。どうしよう。さーて、この次も、サービス。